因数デビという人物がいます。朝鮮前期の人物なんですが、世女の息子の嫁、そして성정のお母さん、また中大王の연산軍の祖母、そして中一大王の중정の祖母という面白い家族関係を持っている方なんですね。皆さんもドラマとかで結構見ていると思いますが、因数デビのイメージはドラマを見ている限り気が強いお嫁さん、怖い母、きつい姑、愛の仕方がわからなかった悲しい女性みたいな評価をされているようですね。2回も因数デビを演じたチェシラさんがいますが、このチェシラさんは因数デビをこうやって評価しています。かなり頭のいいかっこいい女性、リーダーシップの持ち主、若い時に未亡人になり、息子に頼るしかなかった悲しい女性という気持ちで演じてたそうですね。じゃあ今日は朝鮮前期にとても大事な人物、因数デビの記録の話を紹介してみたいと思います。じゃあ、まず、因数デビの家紋から見ていきましょう。明の王族と義理の家族を結んでいた韓확という人物がいまして、この人は明の三大皇帝に姉が側室に入ったんですよ。そして古代の皇帝に妹が側室として入ったんですよ。かなり名門家紋ですよね。で、そのおかげで明から官職をもらっていた人で、朝鮮では大物の外交官として活躍していました。この人の六女が韓정という人物で、この人が後に因数デビになりますが、とても名門家門で育てられたため、超エリート教育を受けていて、さらに、外交官だったので、各種外国語をマスターしたそうですよね。かなり頭のいい女性でした。で、この韓정なんですけれども、도원군という人がいまして、七代王成城の長男ですね。当時、ユン氏が政治的な結託のために、この二人を結婚させますが、二人は政治的な結婚はしたものの、仲は良かったみたいです。なので、二人の間では二男一女が生まれました。で、1453年、義理のお父さんだった成城が、クーデターを起こして王様になり、旦那は長男だったので後継者、이경세자になりまして、その時自然に韓정は結婚3年目にセジャビン한씨として昇格しますよね。で、このセジャビン한씨、義理のお父さんが王で、旦那が次期の王で、そして息子がその次の後継者という、今からスムーズに進めば何の問題もない幸せな人生が約束されていたものの、残念ながら、セジャメになってから2年、結婚してから5年目に旦那が急死してしまいますよね。で、当時、息子がまだ若かったため、次の王様は義理の弟であったイェジョンになります。で、なので、ずっとお城にいるわけにはいかなかったので、子供3人と宮の外で暮らすことになりますよね。ただし、この韓정は、その後にも子供たちの教育にはとっても厳しい。いずれは王様になる可能性があると思ったらしいですね。とっても厳しい教育をしていたらしくて、これは皆さんドラマでも見たことあると思います。こういった姿を見た정의왕후と成城の場合は、こういった因数デビのことを폭빈と言いながら暴力的な人と言ったんですけど、実際公式記録を見てみても冗談のつもりでいたらしいですよね。実際、成城はこの因数デビを素敵な女性としていつも褒めてたらしくて、かなり嫌に呼んでいたらしいですね。そのおかげで정의왕후とも仲がとても良かったらしいです。で、イェジョンが病気で急死した時に、そのおかげか정의왕후は자을상군という因数デビの次男を次の王様に認めますよね。そのおかげで因数デビと次男、9代王になる성정は宮に復帰します。
で、ドラマとか見てみたら、정의왕후とインスデビがちょっと仲が悪かったように描かれたりしますが、実際記録ではとっても仲が良かったらしいですよ。その証拠として、インスデビがこうやって宮に戻ってきたら、旧大王の母になりますので、この時からインスデビと言われますね。で、先ほど言ったイェジョンの性質がいて、八大王の性質ですよね。家臣たちはこれで混乱しますよ。誰が上なのか。정의왕はここでインスデビの味方をしてくれるんですよね。先ほど亡くなったイギョンセジャを特徴という王にして、インスデビの方が上だって認めてくれたので、二人はとても仲が良かったことがわかりますよね。ここでついでの話なんですが、インスデビは王妃をしてなかったテビとしても有名なんですよね。これで結局アンスンワンとかインスデビとの、葛藤もあると思うかもしれませんが、実際は3人とも仲良かったらしいですよ。で、旧大王の성종はこの3人のために창경궁というお城も作ってくれて、その中で3人でとても仲良く過ごしていたようですね。창경궁ってこのタイミングで作られます。정의왕후はこれによって자성デビになりますが、で、以前の動画説明しましたが、政治に参加することになりますね。ただし、자성デビは漢字がわからないという弱点がありましたが、因数デビが漢字が得意だったので、자성デビはいつも因数デビと同じ部屋で政治を相談するなど、二人の関係はその後にも特に悪くなかったらしいですよね。つまり、因数デビは、자성デビの後ろで間接的に政治には参加していました。で、因数デビはまた国のためにとても面白いことをやりますけれども、当時朝鮮は牛の角があんまりなくて、牛の角が欲しかったんですよ。理由はもっと強い弓を作るための素材だったんですね。朝鮮には今写真で見ているようなインド牛がなかったので、これを全部明から輸入しないといけなかったらしいんですが、当時明は朝鮮にこの角の輸出を禁止したらしいですね。これで성종はとても困っていたんですよ。実際記録見てみたら、インド牛を朝鮮で育ててみたんですけれども、環境の問題で失敗したことがあるぐらいとても困ってたんですよね。その時に因数デビが活躍します。先ほど説明したように、因数デビのおばさんたちは、明の皇帝の側室だったんですね。なので、当時のおばさんにお願いするんですよ。なんとかしてほしいって。それを聞いたおばさんが、陛下お願いと言ってて、これによって、朝鮮に輸出が再開されるなど、本格的な政治には参加してないけれども、裏でかなり協力していたそうですね。で、こういった因数デビなんですが、実際仏教文化にとっても夢中になっていた人で、古代インド語、サンスクリット語と言いますね。古代インド語になっている仏教書籍を朝鮮語に翻訳するなど、かなり仏教に夢中になっていたそうですが、サンスクリプト語って、皆さん下に見ているようにこういった文字見たことありますよね。こういった文字が因数デビは翻訳ができてたらしいですよ。かなりエリートなんですね。で、因数デビはいつもこういったことを強調してたらしいんですが、女性は後ろにいるべきと言って、つまり男をサポートする存在というのを強調してたんですよね。これはつまり因数デビが仏教だけではなく、朝鮮全体の理念であった儒教の理念もとても尊重していたということですよね。因数デビは、なので、仏教関係以外は政治には口出さなかったらしいですよ。記録によると、성종が抑制しようとした時に、そこで絶対反対とか出した以外は政治には本格的に参加してなかったそうですね。で、ここで少し성종の話も混ざってやってみましょう。旧大王の성종は、朝は世宗大王のようにとっても賢明な王で、夜は연산군みたいにパーティーと女遊びがひどかったという今の人たちに評価されるほど、とてもキャラが強い王だったんですけれども、そのおかげで、もう正室は亡くなったから3人なんですが、側室が9人もいたんですね。ちなみに朝鮮で王は側室は基準がないんですけど、側室は9人までというのが暗黙のルールだらしくて、성종はこれをギリギリまで側室を入れたんですよね。で、そのおかげで16男12女の子供を産みました。
そういうことで結局、宮の中で女性が多くなって、因数デビはルールが必要だと思ったと思います。そこで因数デビはとても面白い業績を残します。霊墳という朝鮮初女性が書いた書籍を発刊しますね。つまり、因数デビは仏教が好きだったものの、自分が朝鮮の王妃として、儒教を広げないといけないと思ったらしくて、特に女性に儒教理念を積極的に教育するような書籍を書きますよね。内容的には、全体的にちょっと今の時代で考えたら保守的な女性の姿を書いていますが、例えばなんですが、男は空、女性は土、だから男に従うべき、こういった古いことが書いていますが、その中でちょっと面白かったのが、嫁が間違ったら教える、教えてもダメだったら叩く、叩いてもダメだったら追い出すというなど、男性中心的な女性の価値観を作ったのがこの因数デビなんですね。ここで一旦まとめてみると、チャソンデビと因数デビ。チャソンデビは政治や王権強化を担当していて、因数デビは宮内の秩序を担当していたことなんですよね。まとめてみたら記録上ではこんな感じですね。じゃあ、ではなんでドラマのように政治に積極的に参加しているような姿が描かれるのかといったら、記録を見てみると、ソンジョンがこの二人にかなり政治の相談をしてたらしいですよ。この二人が先にソンジョンにこうしなさいと言うんじゃなくて、ソンジョンから相談が来たらそれにアドバイスをした感じだらしいんですが、ソンジョンがあまりにもこの二人にアドバイスを求めすぎて、家臣たちがこれに少し不満を持っていたようで、そういった記録に基づいてドラマを作ったんじゃないかなと思います。じゃあ、とにかくドラマと違ってチャソンデビと因数デビ、そしてソンジョンは3人とも仲良く政治をやっていたんですが、この中で一人の人物が現れます。それはペビユン氏ですよね。ペビユン氏は一応側室出身の正室で、側室の時にはとっても礼儀正しくて謙遜な女性でしたが、正室になってからはなんとテビたちの話を完璧に無視して葛藤が増していきます。で、それだけではなくて、王に対するヒステリックもひどくなりますよね。非公式記録によりますと、王様の顔に爪で引っ掛け傷を残すなど、当時朝鮮ではありえないことをやってたらしいですよね。ここで皆さんが注目してほしいのが、テビたちの話を無視すると、王にヒステリックがひどいところなんですね。じゃあなぜかと言ったら、チャソンデビは政治や王権強化を担当していました。つまり王にヒステリックなどは許しません。そして因数デビは宮内の秩序を担当していました。つまりテビたちの話を無視するというようなことは許しません。なのでこの二人はペビユン氏にかなりがっかりすることになりますよね。もちろんソンジョンはチャソンデビと因数デビが大好きだったし、ペビユン氏に対する不満も持っていたので、これをきっかけにペビユン氏を追い出しますよね。で、その後、3年後にペビユン氏を死刑してしまいますよね。実際ドラマでは因数デビがペビユン氏を殺したような感じで描かれますが、公式の記録ではソンジョンがどうしてもペビユン氏を殺した方らしいですね。これは後にペビユン氏の動画で詳しく説明します。じゃあ、そうしたらどうしてドラマでは因数デビがペビユン氏を殺したように描かれているのかというと、当時やっぱりソンジョンというのはとても素晴らしい王にならないといけなかったので、ペビユン氏をソンジョンが殺したことは民衆が動揺するようなことだったので、因数デビは王は優しい人というイメージを残すために自分のせいにして民衆に知らせたというある教授の分析もありますね。じゃあ、時間が経って、ソンジョンが38歳で亡くなりまして、因数デビが宮の一番トップになりますが、じゃあその続きで王様10代王のヨンサン軍が登場します。意外と因数デビとヨンサン軍は10年ぐらいはとても仲良かったらしいですよ。ヨンサン軍も特に問題もなく素晴らしい王だったので、祖母として礼儀を尽くすなど、とても仲良かったらしいですが、
ただ、연산군 10年目に、自分のお母さんの死の原因が祖母と自分のお父さん성종にあることに気づきますよね。ただし、関連人物はみんな亡くなって残ったのが因数대비だったので、연산군はここから因数대비をいじめるんですよね。いろんなのがありますが、연산군ってもう皆さんよくご存知だと思いますが、すごくありえないことをいっぱいやった人なんですよね。その中で一つが、戦王の側室をその息子たちに殺させて、その後、息子たちも死刑してから首を持って因数대비のところに持って行って脅迫するなど、実際当時の朝鮮ではありえないようなことをずっと繰り返して、儒教理念を大事にしていた因数대비をいじめるんですよね。で、非公式の記録によると、因数대비に頭突きをしてから殺す。ほとんどのドラマでは、これを描いていますが、公式の記録によりますと、王の精神攻撃と持病による食死というのが正式な記録なんですよね。とにかくこれによって因数대비は1504年66歳で亡くなりますね。朝鮮の天才の女性として、朝鮮女性の教育者として生きていたかなり頭のいいエリートの女性なんですが、決して幸せとは言えない人生でしたね。すぐ旦那を亡くして、その後孫にこうやっていじめられたような人生だったんですね。じゃあ今日はここまでです。次はいよいよペビユン氏のことを、記録に基づいて皆さんに紹介してみたいと思います。私は個人的にペビユン氏は朝鮮の悪女には入らないと思いますが、その理由も説明したいと思います。자、今日はここまでです。聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。